皆さん、こんにちは。今回は外国のお宿をご紹介します。私の娘が結婚し、ハワイの教会で挙式するので行くことになりました。なので、いつもの師匠やホテナビさんは登場しません。ここは関西国際空港です。22時発のホノルル行きに登場します。座席はプレミアムエコノミーにしました。デブですからね。チェックインも保安検査も無事に終わりました。搭乗する前にキックスラウンジプレミアムに行きます。こちらでは無料で食事やお酒もいただくことができます。まずビールをいただきます。料理を見ていきます。唐揚げにハッシュドポテト、ハンバーグにシューマイ、麻婆豆腐もありました。ピンチョイスのオードブルがおしゃれです。カツサンドとパンも豊富です。こちらはシリアルと小鉢のお惣菜、ごま豆腐とナスの煮浸し、焼き魚もありました。サラダとデザートもあります。生ビールのサーバーです。日本酒とワインもサーバーですね。焼酎やウイスキーはこちらに。とりあえず持ってきましたが、QR コードでオーダーできる料理もあるようです。搭乗時刻が近づいてきました。搭乗ゲートは28番です。搭乗する飛行機はこちらですね。着席しました。もちろんリクライニングです。フットレストもあります。席の背もたれにモニターがありました。離陸するとすぐに夜食でした。ほとんど寝れずに朝です。ホノルルに到着しました。空港の名前にもなった井上さんはハワイのためアメリカのため偉大な功績を成した日系アメリカ人です。お迎えの車が到着しました。さすがアメリカ。でかい車です。今回のお宿に向かいます。日本メーカーの車がたくさん走っています。カラカウアアベニューをワイキキビーチの方へ走っています。まもなくお宿に到着します。こちらが今回のお宿です。25年ぶりです。天国にふさわしい館と呼ばれます。正面玄関の車寄せです。あちらの奥がプールとビーチでしたね。こちらがフロントロビーです。25年前のことは忘れてしまっていますが、こんな感じでしたね。お部屋の準備ができていなかったので、ホスピタリティスイートで待ちます。天国にふさわしい館のレイアウトはこちらです。チェックインができました。私のお部屋のキーです。お部屋はエバタワーの8階です。すでにエレベーターホールの窓からワイキキビーチとダイヤモンドヘッドが見えています。お部屋はこの先のようです。
隣のホテルのプールが見えています。25年前にも見たような記憶がありますね。関係者全員でミーティングかな？私のお部屋はさらにこの奥でした。こちらの窓からもオーシャンビューです。こちらが私のお部屋です。入室します。それではルームツアーを始めます。こちらはウェットエリアのようですが、後ほどご紹介します。謎のオブジェもスルーします。まずはメインのお部屋から。そもそも自分で予約していないのでお部屋タイプが分かっていませんが、すごいお部屋ですね。ベッドはキングです。とりあえずぐるっと見て回りますね。窓にはカーテンやブラインドではなく白い木製のルーバーがありました。おお、すごいです。ワイキキビーチとダイヤモンドヘッドが見えるオーシャンビューです。バルコニーもあります。バルコニーは後にして先にお部屋を見てしまいましょう。お部屋を振り返って見てみます。ベッドサイドから見てみましょう。枕元の丸いテーブルの上には電話機とテレビのリモコン、その上にはコンセントがありました。引き出しは空でした。Bluetooth のスピーカーかな？使いませんでしたけど。箱の中には耳栓が入っていました。こちらのテーブルにはタブレットがありました。ルームサービスとかサービスの案内、照明などの調整もできるようです。その下の引き出しは空でした。さらに下にはランドリー用の袋がありました。白い扉の中を見てみますね。クローゼットですね。こちらにもラウンドリーの袋がありました。金子さんです。ふかふかのスリッパは使い捨てタイプですね。ヘアドライヤーはレプロナイザーの 4D プラスでした。というわけでぐるっと回って、テレビはサムスンのスマートテレビでした。もちろんネット配信動画は見れますよ。アルミ缶の無料水です。ウェルカムスイーツとクッキーがありました。引き出しを見ていきます。9つあった引き出しは全部空でした。テーブルと椅子があって、レターセットも置いてありました。こちらにはスタンドライトとコンセントもありました。ここからはドリンクのコーナーです。変なオブジェはありませんでしたね。紙パックの無料水とアイスペールです。
扉を開くと、中には、マグカップと、紙コップもありました。電気ケトルとネスプレッソマシーンです。引き出しの中には、コーヒーカプセルと無料のティーパックがありました。下の扉の中には冷蔵庫がありました。中は残念ながら空でした。ABC ストアにお買い物決定です。では、バルコニーに出てみます。窓がすごく重たいです。撮影しながら片手で開けるのは大変なんです。バルコニーにはサンラウンジャー、テーブルと椅子もありました。鮮やかなブルーの海をご覧ください。ここでずっと眺めていたくなります。あちらに見えるのもハレクラニのお部屋です。もっとゆっくりしていたいのですが、まだ見ていないところがありますので、中に戻ります。こちらはウェットエリアです。ミラーの扉の裏はクローゼットです。ハンドソープです。白い小さな壺の中にアメニティが入っていました。横の棚には歯ブラシとマウスウォッシュなどがありました。シンクにある引き出しは空でした。あ、師匠に似合いそうなバスローブが。今何か言ったかしら？なんでわかったのです？あなたの考えることなんて日本からでもわかるわ。ちょうどいい場所があるわ。見えるんですか？何でもお見通しですから。はい、頭冷やさせていただきます。まあ、お湯でしたけどね。シャワーの水圧もそれほど強くないし。こちらはトイレです。日本に戻ったらお説教ですからね。トイレまで操れるの？師匠は超能力者だったんですね。道理で強いはずです。では、これにてルームツアーを終わります。ABC ストアに買い物に行きます。やはりこちらは物価が高いですね。あっという間に70ドルも使ってしまいました。師匠と同じく頭の上がらないボスからの招集です。ボスは撮影中でした。今日の夕食はルームサービスになりました。サンドイッチ美味しかったです。ビールとか買っておいてよかったです。お部屋に戻ってバルコニーでくつろぎます。このままずっとここにいたいですね。まだ明るいのでプールを見に行きます。もう夕方なので一
人は少ないですね。ビーチサイドではハワイアンディナーショーが行われていました。日が暮れてきました。明日は一日フリーなのでゆっくりできそうです。あら、私の足でなくてごめんなさいね。いいえ、こちらこそ醜いものを見せて。これお土産にしますから。すっかり暗くなりました。ハワイアンを聞きながら眠ることにします。おやすみなさい。おはようございます。朝からバルコニーでくつろいでます。小さな鳥さんが来ました。カッシュナッツのかけらをついばんでいます。スズメみたいな感じですが、頭が赤いですね。朝食に来ました。プールとビーチサイドのレストランです。ビュッフェ形式の朝食です。まずはサラダのコーナーです。ジャーサラダもあります。ハムやサラミです。各種のチーズもあります。ベーコン、ソーセージとスクランブルエッグは分かりますが、人が多いのとメニューが英語なので把握できていません。鶏肉の煮込みかな。クリームほうれん草とか。ハッシュドポテトかな。これはカモチャーハンだそうです。パンケーキです。ライブキッチンではオムレツを作ってもらえます。こちらは牛乳とナッツ、ドライフルーツやシリアルです。バゲットとクロワッサンなどの各種のパンたちです。ここからは和食の小鉢です。酢の物やひじき。蓋のある器は納豆でした。イクラと卵焼き、冷ややっこもありました。こちらはフルーツです。お味噌汁です。煮しめだそうです。おかゆさんと梅干しやたくあん、海苔の佃煮、鶏の唐揚げです。そして最後に白ご飯。まずはいつものチョイスですね。締めもいつものパターンです。こちらはブティックです。品物によってはオンラインでも購入可能です。ちなみにこの水筒は約40ドルです。アヒルのガーコの親子です。かわいそうに捕まっちゃうの？娘たちの撮影があるのでプールに来ました。私は入りませんよ。荷物の見張り番です。ビールが1杯12ドル？セレブ価格です。お部屋に戻って夕方までまったりします。ボスの命令で娘夫婦以外の夕食はハワイアンディナーショーになりました。
料理はアラカルトです。お魚が中心の料理です。マグロのたたきかな。マルゲリータピザです。これはイクラとカニの軍艦巻きかな。ダイヤモンドヘッドに虹がかかりました。ハワイアンショーです。リゾートのメロディーですが、これが天国のメロディーかもしれませんね。お部屋でまったりしてたらボスから招集がかかりました。娘たち夫婦の部屋に行くそうです。娘たちの部屋は別の棟の11階です。お部屋に入りました。この花束はどないした？もらったやつ？この花束は部屋の間取りは私の部屋と同じ感じですね。娘たちの夕食は今回のプランの特別なインダイニングディナーだそうです。毎日新聞です。バルコニーで食事しているようです。赤映ったらごめんな、消すけど、フィルタリングするけど、一応ダイヤモンドヘッド端っこだけ見えるんだ。ほとんど見えない。見るだけ見えてるんだ。ダイヤモンドヘッドの先っぽだけが見えるようです。私とボスの部屋の方が眺めは良さそうですね。それにしても海が青いです。自分のお部屋に戻りました。一人でぼっち飲みしていますが、明日は今回の旅のメインイベントなので、そろそろ眠ることにします。おやすみなさい。おはようございます。今日は娘夫婦の結婚式の日です。朝食は昨日と違うレストランにしました。娘夫婦以外の4人で来ています。料理はビュッフェ形式ではありません。私はアメリカンブレックファストです。残りの3人は和定食を選びました。娘夫婦は準備のために先に教会へ向かっています。お部屋に戻って清掃に着替えます。結婚式の教会へはリムジンに乗って向かいました。こちらがその教会です。結婚式は撮影できませんでしたが、これは結婚式が終わった後の撮影会です。昼食も教会の中にある会場でいただきました。メイン料理はサーロインステーキとロブスターでした。フラダンスを見ながら食事をいただきました無事に結婚式も終了しました。再びリムジンに乗って戻ります。帰りはお願いして助手席に乗せていただきました。フリーウェイをホノルルに向かって走っていきます。フリーウェイにも信号ってあるんですね。それにしても日本のメーカーの車が多いです。まもなくお宿に到着します。
運転手さん、ありがとうございました。夕食はラウンジでいただくことになりました。お酒が中心のバーラウンジですね。撮影できませんでしたが、ジャズの生演奏も聞くことができました。お部屋に戻るとターンダウンサービスがあったようです。今日はこのまま寝ます。おやすみなさい。おはようございます。最後の朝です。朝食は最初の日と同じレストランです。ビュッフェ代は撮影しません。ごめんなさい。結局いつもと同じチョイスですね。こちらもいつもの。とても名残惜しいですが、この素敵な景色も見納めです。この青い海を一生忘れないでしょう。お片付けしてお宿を後にします。できることならまた来れることを。さようなら、晴れくらに。ありがとう。ウーバータクシーで空港に向かいます。まもなく空港に到着です。空港に到着しました。時間がなかったのでラウンジには行きませんでした。プレミアムエコノミーで帰ります。搭乗するのはこちらの飛行機です。飛行機が動き出しました。まもなく離陸です。早速昼食です。私のはビーフシチューかな。ボスのは何？デザートもありました。 CA さんが来て窓際の席に変えてくれました。でも寝てしまったんですけどね。気づくと雲の中を降下していました。陸地が見えてきました。四国のようですね。遠くに見えているのは鳴門海峡のようです。神戸空港が見えています。帰ってきました。大阪湾と大阪の街です。あれは堺の臨海工業地帯ですね。お家のある泉大津が見えています。関西空港連絡橋が見えてきました。まもなく着陸します。これで今回の旅もおしまいです。そしてこの動画も終了となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。